どうも、ヒラリー男爵です。今日はね、ハリアーです。先代モデル。この車の、内外装をね、この動画では紹介させてください。じゃあ、ちょっとね、前から見ていきます。まずね、この車で特徴的なのは、ヘッドライトがね、もしくはバンパーがね、かなりの角度でね、こう内側にこう、入っています。なんかね、ちょっと後ろ、いい音の方がね、してきましたけれども、ちょっと続けていきます。でね、なのでね、前がすごいね、こう、シャープにこう、スッとね、こうね、尖ってるような印象を受けます。で、おなじみのね、ハリアーのマーク、タカでしたっけ？この車ですと、ここがゴールドでね、大きくなります。で、トヨタエンブレムとかね、そういったものはね、ちょっと見当たらないので、やっぱりこれが全てのね、ハリアーの象徴なのでしょう。でね、あと、この車後期モデルなので、ここが縦にね、入ります。オプションでデイライトが用意されていました。で、あとね、フォグランプもあります。最近ね、フォグランプなくなってきていますけれども、バンパーもここかなりこう角が取れています。もし四角かったらこうなりますから、ここね、これだけえぐれていると、適当に回ってもぶつけにくいと思います。この辺ね、もう運転席から全然見えないんですけれども、それでもね、ぶつけにくい。ぶつけにくいと言ってもね、結構この車のレンタカーなんですけれども、結構跡はあります。同じようにね、あっち側も跡があります。ちょっと脇行ってみますね。少し離れます。離れたところから見るとね、その前の方のハリアーから続くハリアーらしさ、やっぱりね、感じられます。ドアミラー、結構凝った作りしてるんですよ。で、普通台座の部分ってね、艶消しだと思うんですけれども、これは艶ありの樹脂のね、台座になっていて、ミラーの下半分もね、黒い。で、またね、大きさもあって、すごいこうね、大きく見えます。で、実際に運転席から見てもね、ミラーの部分も大きいです。フォンボンボン、フォンボンボン、ちょっとコールの音も聞こえてきましたね。じゃあ、ここでテンション上がってきたところで、下の方を見ていきます。ここね、メッキのガーニッシュが入っていて、その下はね、ここくびれています。ここからくびれて、また盛り上がってという形をしていますね。覗かなければわからないんですけれども、凝ったところだと思います。で、あとね、後ろの方に回ってみますと、リアスポイラーがね、大きく感じられます。ただ、これね、黒く塗られているのでスポイラー形状に見えますけれども、車のデザインとね、一体化しているでしょうね。結構ね、大きく後ろ張り出しています。じゃあちょっとこれで真後ろ回りますね。はい、後ろです。後ろはね、自分ね、これ、ちょっと小さいですけれども、一文字に見えます。その流行の最先端というか、トレンドをね、早くから取り入れた車というのは、こうしてモデルが変わってもね、台が変わっても、ここがね、その古さを感じにくいっていうのはね、あると思います。あと SUV らしさと言いますかね、ここの黒い樹脂パーツが SUV っぽさ、そのワイルドとかね、下回り、その災害にも強いみたいなね、印象を与えてくれます。では続きまして、この60系ハリアーの内装でちょっと触れさせてください。まずね、パッと座ってみて思うのが、インパネがね、すごく横に幅広に見えます。この車ボディサイズの横幅が1835なんですね。で、そこから想像するよりも横幅が広く感じられる。多分それはね、ここのこう、横の基調のこのデザイン、これがね、効いているかと思います。で、合わせてね、ドアの内張り。ドア、結構ね、ドアの内張りの上の方、立派な作りしてますよね。ステッチも違う色で入っていて、このグレードですとね、こんな感じですごくわかりやすいです。あと合わせてね、ドアミラー、そこも大きくて立派ですし、A ピラーもね、太くてドーンとこう力強さをね、感じさせてくれます。では、運転席周りからいきますね。メーターはね、普通のオーソドックスな二眼式で、中央に液晶部が備わる形です。で、ここね、最近のトヨタ車と違うのは、右手側、こっち側の十字キーがメーターの切り替えに使います。上下左右と。で、あと、戻るボタンと、トリップの切り替えリセット。でね、燃費系がね、ちょっとあれです。個性的なのが、まずね、これ燃費系始動後とか給油後とかあるんですけれども、これを
リセットするには、ごめんなさい、リセット後という表示に切り替えて、この状態で、決定ボタン長押しでリセットされます。この画面とかだとね、他の画面ですとこれリセットされなかったと思います。で、あとクルーズコントロールは、伝統的なレバータイプ。左側は主にオーディオですね。それからね、もう一つ個性的な部分。電動式サイドブレーキとブレーキのオートホールドのスイッチなどがね、右側についています。これちょっと差し込みます。あと、アイドリングストップのオンオフと、トラクションコントロール、それから、オートハイビームのスイッチなんかもね、ここに集まっています。で、中央部行きます。中央部は、まずナビ。ナビね、これ 2D タイプがここ入るんですよね。なので、例えばね、中古車で買ってきて、ナビが古いよとか、もっと古くなってきた時にね、買い替えることができる。これがね、すごくいいポイントです。で、メーカータイプのナビですとね、この枠に入る形になりまして、最大で9インチでしたっけ？結構大きいタイプが選べました。で、その下、エアコン操作部いきますね。これはね、タッチ式です。これ出た当時には、クラウンなんかもそうでしたし、その新しさをね、出していたと思うんですけれども、どうでしょう？自分的にはね、やっぱりこれ運転しながら操作しにくいので、なんかこう、難しいなと、どうなのかなっていうのはね、ちょっと感じます。面白いのはね、このスライド式の温度調整。これを押すごとに上下するのと、あとね、ピッてやると、ピッてやるといきなりローになったり、こうやって元に戻ったりするのがね、これはちょっと面白いけど、ギミックとしては面白いけれども、実用性あるのかなっていうのはね、ちょっと微妙なところです。それから、ドライブモードのセレクター。これもね、タッチ式なんですよね。パワー、もう一回押して、ノーマル、あとエコー。これも可能だったら物理ボタン、さらに可能だったらステアリングスイッチにね、欲しいというのが自分の希望です。で、その下はね、これシフトパネルの周りがね、光沢がある黒木目調タイプ。光沢はね、賛否両論あると思うんですけれども、結構ね、ここはね、こっち側を向いているので、こっちに角度ついているので、外光の反射がね、気になりませんでした。夜なんかでもね。ただ、その下の光沢パネルの部分、ここはね、向こうを向いてついているので、ちょっと夜ね、なんて言いましたっけ、街灯の光がね、ここ反射してなんかしてチラチラしてました。で、ごめんなさい、こっち戻りますね。これやっぱりゲート式がいいです。めちゃくちゃ軽いというわけじゃないんですけれども、そんなね、重いと感じることがない感じで操作できるタイプのゲート式です。多分ね、当時のアルファードとかと同じぐらいの操作感か、もしかしたらもうちょっと硬いかもしれません。でね、やっぱりこう、手元だけで感覚で操作するのに、一番適したのがね、自分このゲート式だと思っています。なんかコストの関係とか言われてますけれども、最近ね、ちょっとなくなっちゃったのが残念です。で、ゲート式いいんですけれども、一つね、これで言うと思い出話がありまして、スズキのスプラッシュって車があったんですね。で、それもゲート式だったんですけれども、これがね、逆向きしてました。左ハンドル用に作られたものを右ハンドルに持ってきたらしくて、全部ね、これ逆だったんですね。さすがにそのゲート式は使いにくいななんてね、感じました。で、あとあれですね、ドリンクホルダーの蓋付き。これちょっとね、軽くて、微妙にパカパカ感あるんですけれども、素早く開くというのがね、いいと思います。それから、この、センターコンソールのセンターアームレスト。これはね、ボディのサイズからすると、もうちょっとね、広くてもいいかなって気もしなくはないです。ただね、この時代のこういうトヨタ車全般的に、結構ね、シートが内側に寄ってるような印象を受けるんですね。なので、ここに左肘を置いて、ドア側に右肘を置く。両側がね、アームレストとして使いやすいというのがね、挙げられます。そんな感じでね、ちょっとシートは内寄りみたいな感じですね。それから、やっぱりね、この、アームレストの前後スライド機構はついています。さあ、助手席ね、開けてみると、まずこのドアトリム。やっぱりね、こう、立派感ありますよね。っていうかもう立派ですよね。ここにね、ワンポイントのマークが入って、ステッチ、これ本物ですね。すごいわかりやすく入っています。で、あとね、実用的な部分もね、結構いいです。例えばね、このサイドシルのステップの部分、ここね、低くて、幅はありますけれども、低くてね、
なんかこうバスタブ状にこう足を入れる感じではなくて、もうスッとね足が入ります。高さはね結構あるんで、SUV っぽいんですけれども、足がねスッと入ります。で今ね、172センチの身長の自分に合わせた位置に助手席合わせていますので、ちょっと座っています。助手席から見える景色はこんな感じです。前もね、ここね、なんか誰か言ってましたけれども、ここ両面テープでねティッシュボックス貼ったらティッシュ置けんじゃないかみたいなことをね言ってる人もいました。すいません、余談です。やっぱりこうなんでしょう、この時代のトヨタ車らしい着座姿勢ですね。意外とね前は低いです。あとシートがねすごい後ろまで下がります。シート一番後ろまで下げますと足ねかなり余裕です。前つかないような位置でねこうだらーんと座ることができます。あと右足のつま先の部分、この辺ねトヨタ車らしくてここねえぐれていて、センターコンソールちょっと大きいんですけれども、ここ全然ね足邪魔にならないです。さあ続きましてリアシート。リアシートもやっぱりねどっか行きましょうか。まずじゃあドアトリム、もうフロントドアと遜色ないレベルのね質感が与えられています。ここねソフトパッドなんですけれども、厚みはねそんななくても触り心地がねすごい柔らかいです。あとねステッチと、ピアノ調ブラックで、ここにもねオート機能がついています。でドリンクね、やっぱりちょっとカップジュースはね置きにくいですかね。やっぱここは少し時代を感じます。あとそれからやっぱりステップの部分、ここね結構低いですよね。低いというかもうミニバン並みと言ってもいいのかな。どうかな、触ってみますね、ちょっとね。2、3センチ、3センチぐらいでしょうかね。ごめんなさい、ここね。3センチぐらいでしょうかね。フロアマットを30に引いたら段差が埋まっちゃいそうなぐらいのね、ここ段差しかないです。なので高いんですけれども、やっぱりね、足を運ぶのが楽です。ごめんなさい、自分ね、ちょっと運動音痴で。で、座ってみますね。まずね、座ってみて思うのが、シート位置が高くて、見晴らしがいいです。開放感がありますね。でフロントのヘッドレストもね結構小ぶりに感じられます。で座面が高いということは逆に言うとねシートバッグがねちょっと小さめです。身長172センチの自分で、ちょうどいいぐらいのシートバッグですので、車の車価考えますと少し小さめとも言えますかね。センターのアームレストは大きいです。ドリンクホルダーもねここ出てきます。あとごめんなさい、ちょっと気になった部分、シートのねこの部分が硬くて盛り上がっています。でここにしっかりお尻を置いていけばいいんですけれども、ちょっとねここ盛り上がりを感じますね。でね結構ねこの辺も、ごめんなさい、背もたれこの辺も硬いです。いいのはこのリクライニングがねすごく大きく動きます。10段階ぐらいあったかな、10段階ぐらいにねこれが動きます。でそうですね、座り心地がいいのは結構起こした状態。やっぱりねこの座面とのバランスですから、そんな寝かさない方が座りやすいんですけれども、止まったままゆったりする時なんかはね、シートバッグを寝かせてっていった風に使い分けができると思います。ギラつく魅惑などと表現したくなるほど艶にあふれてコントラストの強い内装はこのハリアーだけの魅力だと思います。乗り味はさすがに新型には及ばないものの、やっぱりこの世代ならではの良さも感じられました。あと内装で触れきれなかった特徴は小さな長所短所として別動画でアップする予定です。それからできましたらチャンネル登録と最後まで見たよって合図にいいねボタン押してくださいましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。